こんにちは、スイミーです。いわきから仙台への車の旅の続きです。今回は福島にある JR 双葉駅から始まります。東日本大震災の後、常磐線がすべて復旧したのが2020年3月14日、約3年前のことです。駅は新しくて綺麗な印象でした。駅の反対側は開発されています。新しい住居が建設されていて、もう入居されている方がちらほらいらっしゃるようでした。これまで復興されてきた様子がわかる双葉町の地図がありました。この壁画アートは復興をアートによって盛り上げようと、東京のアーティストの方たちが描いたものです。あちらに見えるのはだるまの絵です。だるまは福島のお祭りなどでシンボルとして出てきます。JR 双葉駅を後にします。車で原子力災害伝承館へ移動します。こちらは病院です。ここも12年の間、ずっと廃墟のようです。草が生えていて、窓ガラスも割れているところがあります。誰か歩いている人がいました。会館に車が止まっているので、人の出入りはあるようです。右側にまた壁画アートがありますね。これは巨大だるま引きの様子がデザインされたものだそうです。カラフルで迫力があって私は好きです。ここが東日本大震災原子力災害伝承館です。JR 双葉駅から車で5分くらい。時間の都合もあって外側だけ散策します。沿岸部なのでこの辺りもすべて津波が来ています。遠くに防潮堤が見えます。よく見ると人が立っていますね。ここからだと防潮堤までは500メートルちょっとあるようです。向こう側はどんな感じになってるんでしょうか。ここから南側を向くと森が見えます。その向こうには福島第一原発や中間貯蔵施設があります。伝承館の外ですが展示されているものがありました。津波で変形した消防車、乗っていた隊員の方は難を逃れたそうです。このパネルはかつて JR 双葉駅近くにあったもので、ここにあるのはレプリカだそうです。道の駅で買った福島県産のいちご、休憩で食べました。沿岸部に近い道から北上していきます。
福島県の浪江町から南相馬市へ入ろうとしています。また違った空気感がありました。南相馬市の沿岸地域は高い建物や高台があまりなくて、ほとんどが畑などの平地となっています。震災当時、津波はあっという間にその広い範囲に押し寄せました。実はその時、私は関西にある実家のテレビの前にいました。南相馬市や相馬市の津波の状況を報道カメラが空撮で実況されていたのを覚えています。その光景を見て本当にショックを受けました。また南相馬市の小高区というところでは、福島第一原発の20キロ圏内に入っているということで、原発事故があってすぐに住民全員が避難を強いられました。津波で安否がわからない方の確認もできないまま、すぐに避難せざるを得ないという状況が実際に起こっていたのです。慰霊碑があったので車を止めました。井田川慰霊碑というところです。この井田川地区で津波によって犠牲になった方々の名前が刻まれています。手を合わさせていただきました。ここから防潮堤が見えました。高さ7メートル以上あるそうです。遠目で見てもだいぶ大きいです。ここには津波に耐えたという夫婦松があったそうなんですが、工事のために撤去されてしまったそうです。車を降りしばらくしてハッとしました。ここは本当に静かなところです。切り取った絵のような場所でした。比較的新しく見える住居と長い間廃墟のようになっている住居が点在しているように見えました。もともと住んでいた方が戻ってきてまた住まれているんでしょうか。進めば進むほど田畑が続きます。左側の電柱に津波浸水区間の表示と海抜を示す表示があります。正面が海の方向です。ここから海は全く見えませんけど、実際に津波はここまでやってきました。南相馬市では2021年3月の時点で旧避難指示区を除き、施設や農地の復旧は 100% 完了しているそうです。農耕地に流れ着いた瓦礫や海水の撤去に数年を要しました。今は土ばかりの景色が見えますが、気候が暖かくなる頃には緑がいっぱいの稲穂や農作物を作る農家さんの様子も見られることでしょう。畑を見ているとネギなどが育っている場所もありました。
県道74号線を北上していきます。まるで滑走路のようにまっすぐな道が続いています。右側に4基の風力発電が見えます。津波によって沿岸部に壊滅的な被害を受けた南相馬市では、復興に向けて市の消費電力に匹敵する電力を2030年には生み出すという目標を掲げました。これら4基の風力発電はその計画の一環として2018年に運転を開始したそうです。現在、電気などのライフラインがあって当たり前のこの時代ですが、東日本大震災によって起こった長期に及ぶ断水や停電、二次的被害や困難な避難生活など、まだまだ寒い時期だったというのもあって、本当に辛い状況だったのだと思います。その当時の貴重な様子などを記した記録が各地にある伝承館や資料館などに残されています。また、この74号線も津波によって浸水しました。2012年からの工事で、旧道より500メートル内陸側に作られたそうです。震災は建物や自然の様子だけではなく、昔からあった道でさえもその風景を変えてしまいます。津波てんでんこ、この言葉を初めて知りました。津波が来たらてんでんバラバラに逃げろ。これは東北地方、主に三陸地方の言葉なんですが、津波から逃げる時の教訓として昔から受け継がれてきた言葉で、東日本大震災をきっかけにより多くの人たちに知られるようになったそうです。突然来た地震の後、すぐに高台へ避難した人もいましたが、自宅にいたお年寄りや小さい子どもたち、家族のことが気になって高台とは逆の方へ向かってしまった人たちがいました。津波が来るかもしれない、その時どう行動するのか。南相馬市から相馬市に入りました。車で通ってきて初めてわかるのですが、南相馬市、相馬市は本当に広いです。どこまでもどこまでも広大な平地が広がっていて、津波の被害がこんなにも大きな範囲に及んだのかと思うと、情報では分かっていたものの想像をはるかに超えてました。電柱や建物など至る所にある津波浸水区間という表示や、地区ごとに数えきれないくらいいろんな場所に慰霊碑を見かけました。本当はもっと立ち寄りたい場所がたくさんありました。
海に囲まれた細い道を渡る途中に車を止められる場所がありました。相馬市にある松川浦というところです。ここにも防災林があります。この木々たちが大きくなるまでは何年もかかりますが、またいつ来るかもしれない災害に備えて未来へ残していけるものです。高い防潮堤の上から海を眺めました。サーフィンをしている人がいますね。ここからは波までの距離は離れているんですけれど、あの日この海から凄まじく大きな波が今私のいるところを通り越してもっともっと陸地の方までということが現実に起こっていたんです。高台があったので車を止めて登ってみました。海と松川浦が見渡せるビューポイントでした。仙台へ向けて内陸へと道を進みます。街並みの雰囲気が戻ってきました。動画には撮れませんでしたが、この先に道の駅がありました。そこでホッキ飯というお弁当を買いました。道の駅は車の旅だからこその楽しみですよね。仙台市街に入りました。1日かけて約130キロ、いわきからの車での旅でした。前回の動画をまだの方はぜひご覧ください。震災から12年が経ってやっとこの目でいろいろな場所を巡ることができました。今回は本当に感じたことがたくさんあって、いろんなことを考えさせられました。私が今回たどった場所や景色を初めて見る方、またもしかするとご自身のふるさとや懐かしい場所をご覧になった方もいらっしゃったかと思います。少ない情報ですが動画で何かが伝わっていたらいいなと思います。この後はレンタカーを返却して仙台で一泊、石巻にある大川小学校という震災遺構を訪ねたいと思います。それではまた、続きは次回の動画にて。